でこの動画では僕がどうやって頭痛を持っている患者さん、頭痛を持っている方や首の痛み、首の硬さを持っている方にどういうアプローチをするかお見せしようと思います。まず首の硬さなんですけど、この方の首の可動域をちょっとチェックしようと思います。ちょっとこっち側が硬いんですね。こっちに倒すのは逆の方よりは柔らかい。もう一回逆チェックします。ちょっとだけここで硬いので、僕は首が硬い人にどういう選択肢、どういうアプローチをするか、その一つに神経へのアプローチがありまして、首ってすごく多くの神経が通ってるんで、ここが硬いと首の可動域も硬くなるんで、ここの横にある腕神経層っていう神経にアプローチをしてみます。あれだけでどうなったか。最初ね、こっちが硬かったんですがどうなるか。結構ここが伸びるようになりましたね。この方はそんなに首がめちゃくちゃ硬いとかガッチガチなわけでもないんですけど、それでも首の可動域が変わったと。でもっと硬い人はもっと変わる可能性もあるので、首の神経にアプローチするとそれに引っ張られて硬くなって首の可動域が硬くなるというケースがあるので、神経に対してアプローチするっていうのがその首に対するアプローチ、痛さだったり硬さに対するアプローチです。で次は頭痛を持っている、頭が硬い、頭が痛いっていう人のアプローチですね。片頭痛とか緊張性頭痛っていう脳腫瘍とか脳出血とかそういう手術がいらないようなMRI とかにも乗らないようなそういう頭痛ですね。手術がいるような頭痛っていうのは除外しますが、そういう筋肉が硬いとかそういう頭痛の時っていうのは頭の中にある脳を包んでいる膜に対してアプローチをすることが多いです。これもちょっとね、可動域をちょっとだけチェックしておくと、どうなるかですね。頭の膜にアプローチするだけでも首の可動域とか頭の動きがすごく変わってきます。この頭に衝撃を受けるようなこと、例えば交通事故をするとか、尻餅ついて頭を打っちゃったとか、昔ね、小学校ちっちゃい時にブランコ乗ってて地面にぶつかっちゃったとか、そういう、遊んでて怪我したとか事故とか、そういうことで頭っていうのは衝撃が残るので、そこから頭の内部が硬くなって頭痛とか首の痛さにつながることもあります。もう一箇所だけやってきます。でこれだけでね、首の可動域も変わる可能性があるので見てみましょう。だいぶ変わっていると思います。で逆側チェックしてないですが、こっちも多分頭のつながりとか筋膜のつながりで柔らかくなってますね。頭とかチェックして、あと神経もチェックして、かなり柔らかくなっているので、結構知られてないことなんですけど、神経の硬さとか頭の中の膜の硬さから頭痛とか首の痛さとか可動域が変わってきます。もしこの動画が気に入っていただいたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。